はい、皆さん、こんにちは。モノルです。最近、コントローラー関連のニュースっていうのが結構いっぱいあってですね、そちらの方のね、動画結構、出してきて、割と好評だったんでね、嬉しく思っているところなんですが、今回は普通に、ゲームコントローラーのレビュー動画っていうのをね、出していきたいと思います。で、今回取り上げるのはこちら、ゲームサーの T7 Pro フローラルっていうね、Xbox 公式認定コントローラーになってます。このコントローラーですね、あんまり注目されてないコントローラーなんじゃないかなと思います。もともとね、T7 っていうコントローラーがあってですね、そちらのプロ版みたいな位置づけのコントローラーなんですが、フローラルっていう風についている通り、このようにね、非常に凝ったデザインが施されているコントローラーで、ちょっとね、この見た目で結構好き嫌い分かれちゃうっていうところもあるのかなって思うんですけど、ただプロっていう名前がつくだけにですね、これはちょっと見ておかなきゃなっていうのでね、あまり期待せずにですね、購入してちょっと検証一通りやってみたんですが、これが意外と良かったので、すごくね、皆さんに紹介したいなと思ってですね、今回取り上げていきたいと思います。ゲームサー T7 Pro はですね、Amazon とかでの購入ができなくてですね、ゲームサーの公式サイトから、購入することになります。価格は7299円ということになっています。まずは、モノルの方でスペックの方を簡単に見ていきたいと思います。対応機種は PC と Xbox になっていて、Xbox の公式認定コントローラーです。有線接続のみに対応していて、スティックはホールエフェクトスティックです。背面にボタンついていて、スティックの重さはね、標準的な 60g フォースっていうことでした。有線の遅延は平均で 3.96ms っていうことで結構優秀でしたね。トリガーストップはストロークが短くなるだけのタイプのトリガーストップがついてます。ポーリングレートはね、最近のコントローラーにしては遅めの 250Hz っていうことですが、遅延が結構優秀なので、ポーリングレートが遅いっていうのはね、そこまで気にならないかなと思います。スティックはノンリニアで、本体重量は 213g っていうことでした。はい、でスティックの感度カーブはですね、この水色の方が、標準の感度カーブになっていました。こちらのコントローラーは設定ソフトでね、カスタム感度カーブっていうのを作ることができないので、スチーム入力でね、289っていう値でニア化した、グラフがこのね、濃い青色の方のグラフになります。かなりスムーズな低感度っていう感じだったのでですね、スチーム入力での修正もかなりうまくいってですね、誤差の方を見てもですね、ややね、中立浮き上ずってしまってはいるんですけど、操作感かなり良かったですね。はい、というわけで、ちょっとね、本体の方じっくりと、見ていきたいと思います。はい、まず付属品の方からちょっと軽くチェックしていきたいんですが、よいしょ。はい、こちらに USB ケーブルが入ってますね。USB ケーブルは公式認定コントローラーということで、布織りのすごくしっかりしたものが、付属しています。デザインもね、おしゃれな、カラーになっているですね、本体カラーと合わせたような USB ケーブルっていうことでね、すごくいいかなって思いますね。はい、他の付属品はいつもの冊子類、ステッカーですね。で、Xbox ゲームパスアルティメットの1ヶ月お試し、コードですね。とマニュアルっていうことになってますね。はい、有線接続のみ対応のコントローラーということでですね、付属品はこのように、シンプルになっています。そしたらですね、もうすでに、PC に接続しているんですが、こちら、本体の方もじっくり見ていきたいと思います。はい、これがね、全体的にこう光ってない時っていうのがこんな感じなんですけど、接続してですね、光らせるとこんな風にですね、やんわりと光ってくるっていう感じでですね、 LED の発色がすごく綺麗なコントローラーっていう印象があります。はい、操作するとね、スティックの倒した方向にこう光が光っていくっていうようなギミックもついてますね。はい、ボタンを押すとそこが光るっていうようなこともありますね。はい、こんな感じなんですが、まずですね、十字キーメンブレン、ABXY ボタンもメンブレンですね。LB、RB もメンブレンかな、これは。LB、RB はタクトスイッチですかね。で、イヤホンジャックついてます。背面ボタン、タクトスイッチですね。で、ここにある通りですね、トリガーストップがついてます。トリガーストップオフの状態でこのぐらいのストローク。オンにすると、このぐらいのストロークになります。
トロークとしては結構短くなってですね、しかもこのトリガーですね、反応がすごくいいです。ほんのちょっと触れるだけでも反応するっていうね、設定もできますし、あまりね過敏に反応してほしくなければデッドゾーンを入れることで、軽く触れたぐらいじゃ反応しないようにすることもできますね。すごくその辺も良かったです。はい、というね感じで、内容としては結構シンプルながらですね、背面にボタンのコントローラーで、かつメンブレンがいいっていう方にはですね、非常にこのコントローラーいいコントローラーかなっていう風に感じました。はい、それでですね、こちらのコントローラーのサイズ感なんですが、こちらゲームサーの G7SE です。全く同じサイズになってます。デュアルセンスと比べるとですね、このトップの部分がちょっと狭くなっていて、ちょっと手が開くような持ち方になるっていうね、そういう感じですね。リアルセンスよりもパッと持った感覚っていうのは手にすっぽり収まるような、感じでですね、ゲームサーの G7SE っていうの自体がすごく持ち心地に定評のあるコントローラーですから、こちらもねすごく持ち心地はいいです。全く、持った感覚っていうのは同じですね。213g っていうことでね、結構標準的な重さなので、重いっていう風には感じないですね。ものすごく持ち心地も良くてね、デザイン性も、私はこのデザインは結構いいかなっていう風に感じました。これからの暑い夏の季節にちょっと爽やかでいいかなっていう風には思う、デザインになっているかなと思いますね。はい、それで、設定ソフトウェアの方なんですが、こちらのね、ゲームサーネクサスっていう、ソフトウェアの方で、設定をすることができます。一瞬ね、ゲームサーネクサス 2.0 っていうソフトが配信されてたんですけど、こちらのね、ゲームサーネクサスの方がバージョンアップされて、こちらにね、統合されてます。マイクロソフトストアの方で、ダウンロードしてインストールすることができるので、安心だと思います。でね、接続して、起動するとこのようにですね、すぐに認識されて T7 Pro と Avrio っていうね、コントローラーとして認識されますね。あとファームウェアに関してはですね、私購入時は 1.3.8 っていうバージョンだったんで 1.4.2 にアップデートしたんですが、それからですね、つい最近 1.4.4 っていうバージョンが出たみたいです。ちょっと残念ながらね、1.4.2 でしか検証っていうのはしてないんですけど、最初は 1.4.4 ということですね。で、設定できる項目っていうのを見ていきたいと思います。振動機能ですね、振動の強さっていうのを設定できます。で、ボタンの設定ですね、R スティック押し込みを無効化したりとかっていうこともできますね。このあたりはね、基本的なことはできるかなと思います。設定できないボタン M ボタンだけかな。そうですね、M ボタンだけ設定できないっていう感じですね。背面ボタンの設定とかもできますし、左スティックと十字キーを入れ替えとかね、斜め移動、入力しないようにするね、縦横しか、十字キーが、入力されないようにするっていうモードもありますね。で、スティックの方なんですが、こちら、カスタム感度の設定っていうのはできないです。スティックはサークルとローっていうね、2種類の、設定はできるようになってます。なんで左をローで右をサークルにしようかな。で、デッドゾーンは最初、10ですね、入ってるんで、こちらはね、私の方0と100っていう風に、設定をしておきました。トリガーの方もですね、5から95っていうデッドゾーンが入ってます。割とね、このデフォルトの5から95意外といいので、レーシングゲームされる方とかはね、5から95っていう設定で、遊ぶのもね、ありかなと思いますね。できるだけ稼働する範囲を広げたいっていう場合は0、100ですね。FPS ゲームとかでは0、100でもいいかもしれないですが、ちょっとね、反応良すぎる感はあるので、最初はね、できたら気にならないのであればね、5の95っていうこの設定ですね、デフォルトの設定のままで最初は使っていく方がいいかもしれないです。で、オートキャリブレーションということでですね、オートキャリブレーションオフだとですね、ストロークを短くしてトリガーストップを入れてもですね、この 25% ぐらいとかね、このぐらいしか最大で、入力できなくなるんで、オートキャリブレーションをオンにしとくと、このようにですね、トリガーストップオンでも0、100にしっかりなってくれるようになるっていう、こういう機能ですね。これは便利だと思うんで、入れといた方がいいかなっていう気はしますね。で、振動で照明ですね、明るさの強さも決めれますし、もう LED をオフにしちゃうっていうこともね、もちろんできます。
まあ私この LED 好きなんで75ぐらいでオンにしておきたいかなと思いますね。はい。アニメーション近日登場ということでね、何が来るんだろうっていう感じなんですけど。はい。ということで、設定できる項目は以上です。マクロの設定とかキーボードのキー割り当てとかはできないっていうことになっています。そしたらちょっと中身を見ていきたいので、分解していく様子っていうのを見ていただきたいと思います。見えてるネジは4つプラスネジですね。トリガーストップはオフにしておきます。これで外れたら楽なんですけどね。おそらくここにネジが隠れてるかな。はい。この真ん中にね、シール裏にも、ネジが隠れてそうなので、ちょっと剥がしてみたいと思います。はい、このようにね、シール裏にも隠しネジが入っているので、これを外さなきゃいけないですね。まあ、このね、隠しネジがあるっていうのがちょっと残念なところですよね。分解しづらいかなと思います。よし、これで外れるはずなんで、はい、外すことができました。ちょっと爪折れちゃいましたけどね。なかなか。背面ボタンね、こうやって外れてきてしまいます。で、裏面こんな感じです。ここは背面ボタンですね。背面ボタン普通のタクトスイッチでかなりちっちゃなタクトスイッチになってます。作りは相変わらずすごくいいですね。はい。浸透除去も簡単にできます。で、これを外さなきゃいけないんですけど、1、2、3、4、5箇所かな。5箇所のネジを外せばいけそうですね。ちょっとね、一部舐めてるネジとかもあって不安要素はあるんですが、これで外れてくるかな。はい、外れてきますね。ちょっとね、トリガーのケーブルが厄介だな、これ。ここ外した方がいいかもな。はい、トリガーのね、このコネクターにつながってるケーブルだけはちょっと外しとかないと基板浮いてこないですね。よいしょ。はい。おー、すごい。こういう仕組みなんですね。はい。かなりね、凝った作りをしてます。はい。こちらが正面側なんですけど、このスティックのところにね、こういうシリコンの、ゴムがはまっててですね、これ柔らかいシリコンのゴムですね。こんなゴムが入っていて、で、ここはこんな、可動域を制限するためのパーツですねっていうのが入っていて、この辺り LED をしっかりと透過できるようにですね、配慮された透明な素材で作られていて、全体的にね、こういう透明な白い、トップパネルになっていたりします。ABXI ボタンに関してはこういうタイプのね、結構凝った作りの何重かになってますね。これ面白いな。これもおそらく LED をね、透過するためにこういう凝った作りになってると思います。普通のメンブレンではあるんですが、非常に中身は凝っていて、これがね、普通の無印 T7 と、T7 プロフローラルのおそらく大きな違いで、その分高くなっているっていうね、ところだと思います。光らせるためにかなり凝った作りになっているって感じですね。メンブレンのね、ABXI ボタンと十字キーのところも、こういうちょっと別体式になっていてですね、こんなね凝った作りの十字キーっていうのもここに入ってます。はい。まあ、基本メンブレンなんですけど、非常に
お金のかかった作りをしていて、T7 プロフローラルはね、中身を見るとまあ価格よりもかなり凝った作りをしてるかなと思います。そしたらね、スティックモジュールの方を置いていきましょう。はい、スティックを外すとですね、いつものゲームサーのこういうホールエフェクトのね、モジュールっていうのが入ってました。そうですね、この、モジュールのところに見えるかな。見づらいですけど、ここにゲームサーって書かれてますね。はい。これに関しては G7SE とかと同じようなモジュールが使われているのかなと思います。はい、これが正面の基板になりますね。この十字キー外れるかな。メンブレンなんで別にね、十字キー非常に操作感良かったんですけど、ちょっとどういう感じなのか見てみたいかな。ネジで止まってんな。はい。基板があって、十字キー。このね、基板があって、裏面特になんもないんで、ただ単にこう浮かせてるだけって感じですね、ここは。ここにピンがあって、ここでね、十字キーの、信号をやり取りしてるって感じで、中身はこんな感じになってます。なんで、ここに LED があるんで、この LED でうまく光らせるためにわざわざこういう別体式のパーツがついてるってことですね。すごくこういうところもこだわりを感じる作りになってます。やっぱりこのね、T7 プロフローラルに関しては相当光らせるっていうところにかなりコストをかけてる製品ですね。よし、元戻しとこう。そうですね、この裏側はこういう普通のメンブレになってるんで、確かにスペック上はメンブレンばっかりで、LB、RB とはタクトスイッチですし、そんなね、お金のかかってるパーツを使ってるっていうコントローラーではないんで、ちょっと割高に感じられる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、かなりですね、この見た目っていうところにはこだわって作られたコントローラーってことで、そういったところでね、価格がそれなりに高くなってしまっているっていうね、そういうコントローラーなんじゃないかなと思います。そしたらね、いつも通りここの Y ボタンに当たるところで遅延の計測っていうのをやっていきたいと思います。はい、遅延の計測にはいつも通りゲームパッド LA さんが配布している GPDL っていうソフトウェアを使って、行いました。はい、こちらがゲームサー T7 プロフローラルの遅延の計測結果になります。ですね、有線ケーブル接続でボタンの方の遅延っていうのが平均 3.96 ミリセカンドですね。で、スティックの遅延っていうのも測ってみたんですが、こちらなんと平均 4.08 ミリセカンドっていうことでした。これほぼ重なっていてですね、このね、ボタンとスティックの遅延の差がこれだけ小さいコントローラーっていうのは私はね、ほとんど見たことがないかなって思います。通常ですね、スティックの方がかなり、遅かったりするものなんですが、こちらのコントローラーね、すごくスティックの遅延が少ないっていうのがね、分かりました。ただね、このスティックの計測方法がちょっとね、あまり、実際の遅延を反映していないところがありますので、実際の遅延っていうのをね、もうちょっと大きいのかなっていうふうには思います。またですね、両方ね、遅延の傾向としてはですね、本来のポテンシャル3ミリセカンドぐらいあるのかなって思うんですけど、ややですね、この5ミリセカンド付近ね、山がもう一個できてしまっていてですね、この辺りもう少し改善できそうな気がしますね。ファームウェアもしかしたら 1.44 の方でね、この辺改善されているのかもしれないですし、ちょっとその辺わからないんですが、このね、遅延でもだいぶ早いので、遅延に関してはほとんど気にすることなく使うことができるコントローラーなんじゃないかなというふうに思います。はい、そしたら、ゲームプレイの方をね、見ていきたいと思うんですけど、感度の方に関してですね、Apex をプレイしていたらちょっと感じたこととしてはですね、やっぱりちょっと中立付近、感度が高すぎるかなっていう気はしました。なので、私はフリークをつけてね、プレイしていたんですが、それ以外の部分ではかなりですね、
エイムはね、相当しやすくて強いと思います。遠距離とかでね、ちょっと当てづらいかなって感じるところあったんですが、むしろ近距離めちゃくちゃね、感度高いおかげで強くて、追いエイムがね、すごいやりやすくてですね、ワンマガをね、量産できる感じでしたね。なんで近距離バンバン戦っていきたいっていう方にはすごくね、今回のリニア化設定を含めてね、T7 プロフローラルはめちゃめちゃおすすめです。この辺ですよね、かなり強いなって思うのは。近距離でのね、ワンマガ率っていうのが超高いコントローラーだったなっていう風に思います。Apex はね、もう文句なく使っていけるコントローラーだなっていう感じですね。はい。で、場面変わって、Call of Duty Black Ops 6ですね。ちょっとね、冒頭ですね、左トリガーの反応が良すぎてですね、プルプル震えるっていうシーンが映ってたかと思うんですけど、トリガーのデッドゾーン0にしない方がですね、いいかもしれないです。5の、95っていう、デフォルトの設定ぐらいに、トリガーのデッドゾーンは入れておいた方がいいかもしれないですね。あまりにもね、デッドゾーンを0にすると、ちょっと触れるだけで、トリガーが反応してしまうので、ああいう風にですね、不意にトリガーが押されてしまうということがあります。Call of Duty もですね、めちゃくちゃ当てやすいコントローラーでした。FPS ゲームは全般的にかなり良かったですね。あえてというかね、中立付近高感度なのがむしろいいっていう感じで、本当にですね、遠距離で精密に射撃しなきゃいけない時っていうのは難しさを感じるので、そのあたり良し悪しがあるんですけど、これはね、正直強いと思いました。むしろこういう設定を自分でね、やっていくっていうのもありなんだなっていうね、発見でしたね。低感度な、スティックに関してもですね、結局程度の問題っていうのがどうしてもあるのでですね、あまりね、極端に低感度じゃない、ホールエフェクトスティックとかであれば全然、慣れれば使っていきますし、このようにちょっとだけ高感度みたいなね、あまり、極端ではなければですね、むしろ良かったりするっていうことはありますね。なんで、自分のね、スティックの操作に合わせてほんの少し低感度だったり、ほんの少し高感度だったりっていうのはうまくね、取り入れると、割とね、使いやすかったりっていうことは出てきますね。今回からですね、ダイナミックの 1.6 っていうね、Call of Duty のプロゲーマーがよく使ってる設定でね、遊んでいたんですが、それを加味してもですね、かなり当てていけて強かった印象でした。はい、そしたらスト6で十字キーのテストをやっていきたいと思います。もうすでにエレナのね、コンボトライアルを一通りやってですね、十字キーなんとなく、テストは終わっててですね、その感覚っていうのはですね、ちょっとね、斜め上の誤爆が多い十字キーかなと思います。タクトスイッチとかマイクロスイッチをしっかり使われているような十字キーと比べるとですね、ちょっと、押し感っていうのは柔らかめになっていてですね、斜め入力とかもすごく入りやすいんですけど、ちょっとね、斜め上に誤爆しやすくて、こう波動コマンドを入れた時にね、ちょっとこうやって、斜めに抜けるっていう時が、斜め誤爆するっていう時がね、若干あったかなっていう感じですね。そうですね、ちょっとね、ストロークが深くて、で、ちょっと硬いので、連打、特に前ダッシュの連打が若干やりづらいかなっていう感じがします。なんでね、全体的に十字キーの出来としては、合格点はあるかなとは思うけど、素晴らしくもないぐらいの感じっていうのが、このね、T7 プロフローランの十字キーの感覚でした。はい、ゲームプレイ最後は、アセットコルサーですね、プレイしてトリガーと振動機能のね、検証をしてきました。振動機能に関してはちょっとですね、なんていうんですかね、こう細かな振動っていうのが表に出過ぎててですね、ちょっとチープな振動っていう感じがして、あまり私は好みではなかったですね。振動機能はやっぱり優れてるコントローラーに比べるとあまり良くなかったっていう感じです。
で、トリガーなんですが、これはまあ G7SE と全く同じ感覚ですね。デッドゾーンをね0-100にするとちょっとストロークが長すぎてですね、また押し始めがちょっと敏感すぎて、で結構深くまで反応するね領域っていうのがあるので、ギュッと押し込まないと全て押せないみたいな感覚っていうのがありましたね。なのでちょっとねあえてデッドゾーンを5の95とかねデフォルトの値ぐらいにしてあげてですね、ストロークを短くしてあげるっていうのがいいかもしれないです。それでもね、かなりトリガー自体はね操作しやすくてですね、スティックの方も全然問題なかったので、操作自体はすごくやりやすくてですね、全然いいタイムをね連発することっていうのができましたね。なのでレーシングゲームにはね全然問題なく使っていけるコントローラーなんじゃないかなと思います。ちょっとね振動機能だけは惜しかったかなっていう風に感じたところですね。せっかくねプロ版っていうことなんでね、振動機能にもちょっとこだわってほしかったかなっていうのが正直なところでした。はい、というわけでタイムの方は1分47秒362っていうことでした。以上ですね、ゲームさんの T7 Pro フローラルをレビューしてきましたが、いかがだったでしょうか。今時ですね、メンブレンを主体としたコントローラーでね、これだけ、しっかりと作られていてですね、FPS ゲームにバッチリ使っていけるっていうコントローラー珍しいのでですね、そういったコントローラーを求められている方には非常におすすめのコントローラーかなというふうに思いました。遅延の方がね、すごく良くて、スティックの遅延がかなり少なそうなのがね、好印象でしたね。ちょっとね、デザイン凝ってたり LED でね、光るようにしている分ですね、ちょっと価格は高めになってしまうんですけど、すごくねこれはよくできた完成されたコントローラーなんじゃないかなというふうに思うんで、結構ねこのコントローラーはおすすめですね。もしかしたらねサイクロン2よりもね持ち心地の面では優れているかもしれないので、あれと比べても全然ですね FPS ゲームでね Apex とかでも使っていけるんで、Apex のランキングにするとしたらですねサイクロン2と同じぐらいの順位には来るんじゃないかなっていうコントローラーですね。非常に完成度高くて良かったです。メンブレン派の方にね、ぜひ一度触ってみてほしいコントローラーでした。はい、それで私は冒頭でもお見せしましたモノルっていうね、ウェブサービスの管理人もやっています。こちらですでに私がね、投稿した口コミっていうのがあるんですけど、こちらのサイトですね、いろんなコントローラーの口コミっていうのを投稿することができるようになっているのでですね、ぜひ皆さんお持ちのコントローラーの口コミをね、書いていってくださったら嬉しいです。ぜひよろしくお願いいたします。私としてはですね、できるだけここでね、コントローラーに詳しい方とかね、ゲーマーの方がね、本当にいいって思うですね、コントローラーの口コミとかを集めてですね、パッと調べたらですね、本当にいいコントローラーがすぐわかるっていうようなね、サイトにしたいなっていうふうに思ってます。私だけの意見ではね、どうしても偏ってしまうかなっていうところもあるのでですね、皆さんの意見っていうのがね、非常に重要かなと思っているので、よかったらですね、こちらにね、どんな意見でも構わないのでですね、このコントローラーはこうだと思うっていうようなね、口コミを書いていってくださったらですね、非常に大きな力にもなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、それでね、次回の動画になるんですが、この2機種についてね、どちらが先になるかちょっとまだわからないんですけど、まず一つがね、ゲームサーのテゲナリアライトっていうコントローラーのレビュー動画か、こちらのね、ゲームサーの G7SE のですね、アップデートをちょっと取り上げたいなっていうね、この2つの動画っていうのをね、今考えているところです。ゲームサー G7SE はね、なんとカスタムカーブを設定ソフトでいじれるようになったっていうアップデートが入っているようなので、そちらをね、ちょっと触ってリニア化っていうのをやりたいなと思っているところですね。はい、以上、モノルでした。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。